はい、実習です。いらっしゃいませ。今回ちょっと特殊な聞き比べ動画やってみたいと思います。というのですね、外で録音してきたんですよ。場所は神田淡路町宮地楽器さんでございますね。ここにプロ用のお部屋が機材天国があるんですよね。でね、今日ね、実は出かけにバタバタしまして、一応このルミックスカメラ持っていこうと思ったんだけど、レンズのキャップが見当たらなくて、もういいや、カメラ諦めようって出たんですけど、したらですね、カメラだけなくスマホまで置いてきてしまうというね、忘れちゃった。画像素材はないですけど、今回は耳で勝負ということで、よろしくお願いいたします。この宮地楽器さんのレコーディングプロショップの存在を僕が知ったのは、エンジニア作曲家の和田さんの動画でした。ありがとうございます。勉強させていただいております。自分もアマチュアとはいえ、自宅でロジックプロという音楽ソフトをいじくり、下手な作曲をしたり録音したりっていうことはぼちぼちやっておりまして、プロのレコーディングのエンジニアさんたちの動画をだいぶ見させていただきまして、そろそろプロショップと名の付く店のね、のれんくらいくぐってもいいかなと。でね、勇気を出してね、予約して行ってみたんですよ。これはね、ホームページでね、予約がありましてですね。で、だいたい30分単位になっていたんで、1回行ったら30分ぐらいでサクッと終わらせられるのかなと思ったのでですね、実にたっぷりゆっくりお話を聞かせていただきました。ものすごく勉強になりましたね。めちゃくちゃ良かったです。ありがとうございます。もともと僕のテーマ、今回のね、お店の方にもメールでお伝えしておいたんですけど、ネットでもバンド系のロックバンドとかね、バンド系のミックスに関してはいろいろ情報があるんです。動画もあるし、ただクラシックに関してね、ベースがクラシック、純粋なクラシックっていうことだけではなくて、ナチュラルな音楽のね、楽器の音を取っていくには何を目指せばいいのかっていう情報がなかなか一向に見つからなくて、その方向性を知りたいっていうことがね、あったんですよ。で実はこのお店にもですね、昔クラシックを得意にしていたエンジニアさんがいらっしゃったらしくて、でその情報を聞くとね、どうも日本の場合はNHK が総本山でそこにみんなが合わせるというスタイルになっていて、その NHK の情報っていうのはよくわからない。そういうで、そもそもクラシックをやる人たちはクラシックやる人たちって言っていいのかな、演奏家、音楽大学の先生とか講師さんとか、そういう人たちはエフェクト類を非常に嫌うらしいんですよね。生撮りで、音を収めないと。で、生撮りで勝負できるようにホールとかね、残響のあるホールでエコーをつけるっていう作り方をしないとダメっていうかね、それを求められてるらしいっていう話を今回ちょっと聞きましたけど、なかなかね、難しい。いや、コンプレッサーぐらい入れろよって思うんだけど、なんかそれをね、NG って言ってくる人たちが多いらしいんですけどね。確かにわかります。うちの師匠もなんかそういうことはちらちらとおっしゃる感じですが、それはさておいて、そういうナチュラル系の音作りはどうなのか。でね、そのお店の方の方もたまたま今日は時間に余裕があったみたいで、本当ね、いろいろ教えてくれましてね、まずマイクについてね、コンデンサーとかさ、ダイナミックはそれはもちろんですけど、コンデンサータイプにもね、その有名なノイマン
とか赤毛とかあるじゃないですか、いろいろ。でラージダイヤフラムって大きいやつとペンシルタイプの細いやつとその違いとかね。あとダイナミックマイクでもクジラと言われる定番があるんですが、あれの使い方とかねで、たまたま僕がそのクラシギターっていうことで言ってるので、リボンマイクについても随分教えていただいてね、全然知らなかった分野になったけど、そのマイクの一通りを説明を聞くだけでもなんかもう動画1本分ぐらいの話を聞いちゃったんですけど、さらにこう場所を移動してですね、いろんな機材、例えばまあね EQ イコライザーですよね。昔の音はイコライザーで重なりモワモワするところとかをお互いで削ってハイカットローカットとか処理してたけど、なんかね今はね時間で処理する時代になってるらしいんですよね。例えばベースとドラムが同じ低音を重ねてきて、ここがねその瞬間大きくなりすぎちゃうような時にドラムの音を残してベースの音を少し下げる。そうするとブホンブホン、いやこうやって長官上は同じなんだけど、そのドラムのなる瞬間ベースが音が下がるのでいい感じみたいなね。あるいは近い音とニアの音とルームで撮った音を重ねるときにピークが重なっちゃうときにニアだけ残してルームを下げる、一瞬下げるとかね。まあそんなこともできる時代なんですな、デジタルだから。あとですね、もちろん噂のニーブについてもね質問してみましたけどね、ニーブ系っていうのがあるんですよ。マイクプリとかイコライザーもコンプレッサーもニーブ系いろいろありますので、みんな人気がありますが、ただねクラシック系ならニーブよりもクリア系の方が一般的じゃないかなっていうご意見でしたな。なるほどと思いましたねそのねクリア系の良さっていうのはあんまりみんな言わない部分だったと思うんですけど、でそのクリア系のじゃあその機材の違いって何なのって質問をするとですね、説明は難しいんだけどやっぱり違いはあって、それはなんかこう天然水がいろいろ売っててね、でも天然水も飲むとやっぱり味が少しずつ違うじゃないですか。全く同じの天然水じゃない、やっぱりサントリーはサントリーの天然水の味がするしねあんまり生でそのまま飲む人多くないかもしれないけど、あれ飲んでみると案外味は違うんですよね。なんかねそういうクリア系アンプの違いっていうのがあるらしい。でね、まあそう全部を話するとその話だけで1時間超えちゃう動画になっちゃうんで、まあそういうことはねおいおい機会があることにこう語らせていただくとして、今回はマイクの聴き比べをしてみようという企画でございます。でね、恥ずかしながら演奏はいつもの自分のラミレスクラシックギターを適当に弾いたやつでそれを撮ってもらったっていう形です。で何を弾くかとか全然予定してなくて、適当に弾こうという感じで行ったんですけど、なんとなくねバカの無伴奏チェロのオープニングのところとビラロボスのプレリュードの一番あたりを主に弾いたな。でこれがバッハはやっぱりね高音の響きをチェックするに良かったし、ビラロボスは低音がっつり入るところが迫力感、そこを破綻なく拾うっていうところ、やっぱりねマイクテストにして意外にうってつけな感じだったかなって後で思いました。もうねとにかく初体験のことなんで計画性なんか何もなかったんだけど、まあ音の違いは感じてもらえるのではないかと思うんですが、どうでしょう。皆さんのね再生環境によってはねスマホで聞いてどこまでわかるかとかいろいろあるとは思いますが、
ちなみに今回少しは加工してあります。コンプリバ VQ。ノイマンがね、マジで EQ いるやつなやつでびっくりしたんですけどね、波形見るとすごい丁寧に整えてて、自分の演奏とかギターがガタガタでもノイマンのマークがあるとこんなに整っちゃうんだっていうまあそれはそれとして、コンプリバー VQ 少しずつかけてます。やっぱね、あれなんですよ生音もいいんだけどね、ちゃんとした美しい生音を加工するとね、もうこれが絶品なんですねいいですよね、いい生音は。というわけで、答え合わせは後ほどということで、まず聞いてみておくんなさいまし。はい、いかがだったでしょうか。今回はね、別にね、皆さんを引っ掛けるような意図はなくね、こう悩ませるような意図もなく、あえて素直にね、だんだん良くなるようにしたつもりなんですけど、どうだったでしょうか。まず最初はね、いつものうちのマイク、SE エレクトリックの8番ですね、8。これだけ、すいません、自宅録音です。簡単じゃないやつです。まあ、普通にうちのチャンネルの音です。でもね、これ、どうこう聞き比べちゃうとさ、こういう2、3万円のマイクってさ、やっぱおもちゃって感じしちゃいますよね。いやー、SE8 も決して悪いマイクじゃないはずだけどさ、格が違いすぎますよ。まあ値段を考えれば当然のことですけどね、5倍6倍ってしますからね、差がついて当たり前なんだけど、なかなか厳しい現実っす。で、2番目はですね、リボンマイクでした。ギターに合うって言われたけど、どうお感じになったでしょうか。一応ね、20万円クラスのフランス製のマイクです。ただ自分は正直ね、そこまでの魅力は感じなかったかな。まあリボンマイクにしかないなんか質の良さとか滑らかさとかは、そこは確かに魅力としてあるんだけど、でも
それは多分ね、ネットを介した動画環境では聞き分けられないと思う。そのぐらい繊細な美しさ。で、逆にね、このリボンマイク、今回だけだったのかも、個体がそうだったのかもしれないけど、低音のブーストがすごくてね、100Hz あたりガンガン乗っちゃって、音が乗っちゃって、ちょっとこれを自分が使うとなったら、がっつり EQ で整理しないとダメっていう前提で、なかなか大変そうかな、ちょっとそう思っちゃった。3つ目から残り2つが、まあ、ノイマン様でございますよ。いいっすね、この音。先にスモールタイプでした。楽器収録用のド定番で、まあまあ12万くらい、1本12万ぐらいのやつですね。はい。ね、これね、音もさることながら、この取った音がね、波形が暴れてないのにびっくりっすよ。こんなマイクが世の中にあるんだ。へーって。まあ、初めて東京に来た若者の気分みたいなね。パソコンに取り込んで波形を見るとよくわかるんですけど、どこかポコッと出たりね、しないし、今までの、そんな高くないマイクだと、どうしても下がっちゃう高音の美味しい部分とかが普通にたっぷり出てて、いや、これはもう、なんか、もういきなりこのマイクで撮っただけで美しく仕上がってらっしゃる。なんかこれだったらもうイコライザーで処理しなくていいって本当にその通りで、もうこのマイクで最初からいい音で撮れてしまうっていうね、もう完全個室サービス状態ですよね。でね、サービスもさることながらですよ、もちろん音もいいんです。本当にね。ただですよ。やっぱこのスモールダイヤグラムの小さいマイクっていうのは、中低音の迫力とかね、余韻の空気感とかね、そういう意味でやっぱりこの最後に聞くラージにはかなわないっていうのはやっぱ感じましたな。だからね、スモールタイムは多分バンドみたいなね、この空気感とかっていう話じゃなくて、みんなでこう音が鳴っているような状況で素直にギターの音を聞かせるとかね、そういう使い方をすると素晴らしいんだろうけど、ソロとしてはちょっと物足んないですな。すいません、12万円でも物足んないでこの最後のがね、もう聞いてよ、これノイマンの真空管コンデンサーマイクっすよ。まあ今は値引きでね、60万円台ぐらいのやつですね。このね、重々しいマイクをお店の方がマイクスタンドにセットしててね、ガチガチってやってもらって軽く試し録音してみたわけですよ。でね、もうすぐスピーカーがボーカルのなんだっけ、トリオ6じゃないんだけど、俺赤い縁のやつ、まあいいやつですよ。それからポンと音出した時にね、もう僕もいやね、本当におえつがこみ上げてきた。マジで涙出てきた。いやー、まあ理由があるんですね。これには個人的だね。お恥ずかしいけど。このバカのね、無伴奏チェロの最初のところってこう、ちょっとスラーで引っ掛けて弾いて、ギターをわざと響かせる感じで弾くんです、僕は。で、それがね、すごく自分的には気持ちいいんだけど、なかなかね、それが他の人には伝わったことがないんですよ。で、録音してもね、そこまで音の余韻っていうのは、音の、立ち上がりはわかるけど、その弾いた後ので複数の音の響きのこの混ざった余韻みたいなところまではなかなかね伝わらないし、録音では伝わらないし、人に言っても分かってもらわないところだったんですよ、ずっともう僕にはこんな素敵な音が聞こえているのに、誰もに言っても分かってもらえない。ところがですよ、この今回の録音でそのノイマンのチューブマイクで撮ったら、スピーカーからその音がね、はっきりと聞こえてきたんですよ。いやもうそうしたらね、もうなんかいろんな今までの感情が押し寄せてきてね、
いやー、感動しましたね。機材でこういう経験するってすごいっすね。今回のもう自分の演奏は3分が短いもんですけど、要するにこのノイマンの真空管マイクにね、圧倒されたってことを言いたいわけですよ。ねえ。でね、実際これノイマンのこのチューブマイクは、真空管マイクは最近スタジオの顔になってるらしいですね。まあスタジオというからには87があるのは当たり前なんだけど、それプラスうちは149チューブありますとかね、149セルを取りできますとかね、みたいなマイクらしいですな。ほんとね、世の中にはすげえもんがあるんだって、もう圧倒されましたよ。でここからはビジネスの話なんですが、ビジネスじゃないけどさ、これノイマンのね149チューブっつうのがね、今安売りしてるんですよね。メーカーから値段が下がってるっていう話です。で11月末までぐらい期間限定特価キャンペーンということで、今なら60万円なんですが、キャンペーンが終わるとまあ80万円台後半になってしまうようです。でねこれね、お得って話かよ。逆に言えばさ、値下げキャンペーンっていうことではなくて、値上がり告知ねえ、12月から80万円になるぜこのマイクっていう、それがリアルですよね。恐ろしいですよね。まあつまりマジで買うならこの秋なのかもしんないんですよ。いきなりそういう現実。はい、このね、世界観が一変するプロのマイク、これを持っていればもう迷わなくていいってやつなんですけど、はあどうするんじゃ自分。というわけで実質でした。お騒がせしました。狼を願わくばチャンネル登録や高評価を置いといて、私にマイクを買うお金を授けたまえ。ありがとうございました。